うわやばいってこれは。WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my videos. このチャンネルでは誰でも簡単に車をきれいにできる方法をご紹介しておりますので、チャンネル登録お願いします。行くぞ。ニューウェブ予算ウエストコーナー。はい、ということで今日はですね、出張施工ということで、こちら兵庫県某所に来ております。なぜ今日ここに来てるかというと、今日はねコラボ企画です。コラボ案件で兵庫県同郷の、いわゆる地元有力 YouTuber さんのところにお邪魔していると。やるじゃないか。ってことで早速ですね、本日のコラボ相手のしみチャンネルの清水さんをですねお呼びしたいと思います。清水さんお願いします。よろしくお願いします。ということで今日はよろしくお願いします。お願いします。で、清水さんですね、しみチャンネルっていうチャンネル名で活動されててですね、主に DIY なんですかね。そうですね。車、小屋、何でもお任せください。お任せください。はいはい。で、今ですね、なんと5万人49980人ぐらい。多分もうこれ出る頃には間違いなく5万人。そうですね。やるじゃないか。僕なんて目前です手が全然届かないですからね。全然手が。ということで、実はね今この後ろにある軽トラ、こちらの軽トラを清水さんの方のチャンネルで見明かしていただいてますんで、よろしければですねぜひそちらもチェックしていただきたいんですが、今日はその清水さんの動画から来られた視聴者の方もいらっしゃると思うんですが、今日はこの軽トラではなく、その清水さんの動画の方で最後に出てきたですね、こちらのね車を磨いていきたいと思います。はい、行くぞ。はい、ということで今日磨いていく車なんですが、後ろのですね鈴木ワーグナーではすいません、はい、こちらのデデーンっていうことで、いけますこれ。キャリーですよねこれ、はい、キャリー。これ多分僕持ってるのと同じ型のキャリーなんですけど、そうなんです。これですオートマですけど僕の。ただ見てくれがもう全然違うんですけど、はい、ただこれお世辞にもあまり状態よろしいとは言えないんですけど、でこれね、ちなみに今清水さんの方のチャンネルで絶賛大好評中の、バズりまくり中の軽トラ。いやいやマジでバズってるんで、マジで見てください本当に。今なんか全体的に軽トラ熱いですよね。そうですね。軽トラ僕の中ではブームなんで。ってことで、そのいじってる軽トラをきれいにしてほしいってことで、今回声をかけていただいたわけですが、ありがとうございます。ごめんなさい、これ具体的にどっかきれいにしてほしいとかっていうのはあるんですかね。無茶な俺が言うかもしれないんですけど、はい、ここやっぱこの黒いの一番気になるんですけどこれごめんなさい、なんかこの真ん中を境に左だけなんか黒いのかなこれ。そうですね、黒い。僕も予想なんで分かんないんですけど、はい、買った時からこの状態で、多分これフレームが赤に塗られててペンキで。わかるかな、逆光かな。赤いですね。で多分赤黒のツートンにしたかったんちゃうかなと思って、なるほどこの辺黒で多分塗りよ途中に、違うわと思って多分シンナーで拭いたと思うんですよ。でこうタオルでこの黒が伸びたような、だからこの引きずったようななんかこういう、そうなんですよね、なってますね。やっとは勝手に想像です。できたらできたらというか、ボディがそもそも白なんで、そうですね、白い方がいいってことですよね。そうですね、白に戻るならば戻してあげたいなと。でこれをなんとかできないかという。そうですっていうご依頼です、今日は。よろしく頼む。これは強敵だな。いけるっすか。見違えるとは思います。見違えですね。はい、綺麗になると思うんですけど、ただなんかもうこれがもうサビなのか、なんか乗っとるだけなのか、ちょっとね、そして決して新しくはないので、
どれだけね塗装が残ってるか。これソリッドなんで結構ね柔らかかったりもするので、ちょっとどこまでできるかっていうのはあるんですけど、はい、よちょっと頑張って綺麗にしてみたいと思います。ろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあこれまだ本当にね何もしてない状態なんで、ささっと洗っちゃいましょうかね。はい、はい。Let's get started. 今洗車は低すすぎが終わった状態です。はい、と言ってもちょっとね全然先と見栄えは変わってないんですが、で次に鉄粉をね取っていきたいと思います。もう明らかにこう音こんな音してるんで、お世辞にも滑らかとは言えないので、ちょっとこれをね、ほらすごい、いやもう抹茶っちゃっす。はい、これをちょっときれいにしてから磨きの方をねしていきたいと思います。もしかしたらこの時点で落ちるかもしれないですね。もしかしたらねある程度きれいになると思います。あ、マジですか？と思います。いきますよ。お願いします。くらえ。ほらもうやばいもん何これ、ほらこの汁がやばい。わあ、とぎ汁みたいになってますね。これでねいきますよ、行くぞ。ほらうわ、すごい。これはなかなかっすね、マジで。うわこんなはずでは。それもう粘土使い回しはそんなできひん。今こうやって汚れたらこうやって新しい面にこねて使うんですけど、はい、今こうやったらまだ綺麗じゃないですか、はい、これどんどん使い込んでいくとだんだんこう綺麗な面がなくなってきたり、はい、あとはもう伸びずに、これまだ伸びてるじゃないですか、はい、伸びてるんですけど、これがもうなんかこうブチブチ切れるようになっていくんですね。こう伸縮性がなくなって、はい、ってなってきたらもう交換ですね。ただ普通にやる分には10代とか全然。あ、そうなんですね。はい。うわやばいってこれはこれ何これやばないこれ。シェイさん、はい、2時間ぐらいかかってます。2時間ぐらいかかってようやく鉄粉が今取り終わったんですけど、はい、ちょっと触ってみてください。ですか？もうさっきこのジャリジャリ言ってたところ、うわ、つるつるなってますやん。やるじゃないか。この辺もね塗装どんなところがありますけど、それはもう置いといて、音出るっすよ。ほら皿洗った後みたいになってるこんな鉄粉取れるんですね。そうあんだけついてても。今日の鉄粉取りはなかなか我ながら取れ高ありまし結構取れたんですか？ただいぶ。鉄粉も取れて取れ高も取れて。そうもうトレトレです。トレトレ市場ですということで、はい、一応これでね磨く前の準備は完了なんで、はい、拭き上げていよいよですね、はい、磨いていきたいと思います。お願いします。はい、今日使っていく道具なんですけど、いつものやつです。はい、概要欄に貼ってますんで、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。どんだけ綺麗になるかやりますか。お願いします。さあ行くぞ。いけるかいけんか楽しみですね。まずそもそもね、はい、そもそもこの黒いこの吹いた跡みたいな、これ結局鉄粉っていうか粘土では取れなかったんで、くらえ。
落ちるっすね。いや落ちたけどこの下のね字が出ようんすか？いや G 出るというかこの見てください、この傷というか結構深いほね。んまですね。でも塗料自体は結構もうわからんっすね。そうですね、その最初のその黒い吹いた後っていうのはやった。気になるこの軽トラのこういうとこあるじゃないですか。はこういうのがもう手でやるしかないんですね。い、そうですね、もうちょっとね径が細かいはい。ポリシャンもあるんですけど、それで当てれる分にはいいんですけど、もうそれも届かないようなところはもう手ですね。なるほどですね。はい、ただ手だとやっぱどうしてもね機械じゃないんでこうパワーにも限界があるんで、はい。ね、こんなにこう手早く動かせないんで、だからね結構ね意外とこれでああ、でもま結構ある程度の際までは結構攻めれるんですよ。あ、キワキワまでいけるんですね。はい、ちょっと攻めてみましょ行くぞ。う。バフの酔い方がえぐい。くらえ。はい、今ですね磨きが終わりました。やった。見てください。ちょっとねもうこのビフォーアフターがよくわかるようにここの部分ですよね、この間の部分だけ磨いてます。なのでもうほら全然ね違うのが確認できると思うんですけどね。やるじゃないか。まあビフォーアフタービフォーアフターってことで、もうね正直ね汚いです元が。はい、なんで見違えたんですが、やっぱりねもうこんな感じでね下地出ちゃったりだとか、こんなはずでは。ね、消せない傷があったりだとか、もうそもそももう塗装も残るか残ってないかっていう風なところまで来てるんで、ただまあ今日の動画を通じてですね何をお伝えしたかったかというと、もうあそこまで汚れてても磨くことによってここまで綺麗にできますよっていう、そこをですねお伝えしたかったので、似たような汚れとかでお悩みの方いらっしゃいましたらご参考にしていただければなと思います。よろしくお願いします。ということで仕上がり具合を依頼人の清水さんにちょっと確認していただきたいんですけど、なんか清水さんがいないんですよね。どこ行ったのかな。清水さん、はい、というわけでいかがだったでしょうか。塗料かどうか、原因はね何かよくわからないんですけど、あそこまで汚れてた状態でもですね磨きを入れてあげることによって表面っていうのはね劇的に綺麗になります。で今回ですね、見違いはしたんですが、ちょっとね元の状態があまりにも悪かったっていうこともあって消せてない傷があったり、あとは下地が出てる部分飛んじゃってる部分もあります。なんでここからねどうされるかっていうのは依頼主さんがねどう判断されるかっていうのはあるんですが、とにかくね見違えることができたので、もし似たような汚れでお悩みの方、一度ね交換だったり板金塗装をする前にですね一度磨きっていうのも検討していただければ、選択肢のうちの一つに入れていただければなと思いますので、よろしければご参考にしていただけると幸いでございます。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしければ清水さんのチャンネルの動画もご覧になっていただけると嬉しいです。ありがとうございます。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。
ご質問やお問い合わせ等はですね SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。やってくれた。さよなら。みんな知ってるか？ WC ワークス TV が電子書籍になったんだ。車を傷つけないことに徹底的にこだわった洗車方法を文章だけでなく画像や動画でも丁寧に解説している。自分の手で愛車をきれいに長く乗りたいと思っている洗車マンにぜひおすすめしたい内容になっている。動画概要欄に詳細情報を載せているから必ずチェックしてみてほしい。魔法のコーティング剤ザワンマジックもよろしく頼む。なんでそんな塗装の道具持ってるんですか？僕磨いたの。磨いてもらってあれなんですけど、はい、真面目に色塗った方がよくないですか、下地的に。まあそうですね。僕だってそんな磨きのプロじゃないんで、いやここもこの鉄粉も綺麗に取れる自信ないんですよ。というか逆にもうこれどうしようもないですからね、これは。まあそうだね、はい、下地の問題です。そうです。5秒なんです。できます。それ練習してくださいね。それできる人いないんで。こうですか？右手で右手で 3本でしょ。はい、ごめんなさい、左手で3本で、こうですね。あ、そうです、それを、そう、すごい。そう。それで入ってきました。で、それ空手バージョンがこれなんですよね。あ、なるほどね。ダブルいやもうずっと手はもうこんな。オフショットや。清水さんにとってもらってるオフショットや。もうかっこいいですね。晴天の霹靂の中。これ自分でバリカン入れてはるんですか？違う。もう無理です。坊主の時は入れてましたけど。あ、そうなんですね。はい。結構な頻度でそこ綺麗ですよね。いや、これ結構飽きました。あ、そうなんですね。でも本当に坊主の時ははい2週間に1回自分で入れてましたね。じゃないと気になるんですよね。若いってことじゃないですよ。これやったら20代も無理ってことですね。僕30代ですけどね。清水さん、軽トラの魅力って何ですか？魅力っすか？なんなんですかね。再生数。いよいよ磨きのはい。そうですね。あかんやつやな。何をお伝えしたかったかというと、僕です。知り合い？おっちゃんです。知り合いのおっちゃん。恥ずかしいとこね。